ここで少林寺拳法独特の技術、体系の極みを紹介しよう。これは圧法という技の体系で、合法、重法とは異なる特殊な技だ。人体には経絡飛行とも呼ばれる急所のツボが全身に無数に存在している。そのツボを指などで圧迫することで相手の動きを封じる。見ているだけでは分かりづらいが、これら圧法の技を決められた者の痛みは相当なもので、瞬時にして相手の戦意を喪失させてしまうほどの威力があるのだ。内受け突きです。2種類やりました。最初にやりましたのが5の線のタイミングの反撃です。上段突きに対してまず受けて内受けをして中段突きを決めます。タイミング的には5の線と言われる受けての反撃です。もう一度ゆっくりやります。このようなタイミングで行います。2番目にやりましたのは、タイの線の反撃。受け流しながら中段突きです。相手の上段突きが伸びきったときには、自分の内受け突きも入る。そういうタイミングです。受け流しております。内受けしながら受け流して突くタイミングです。これをタイの線のタイミングでの反撃です。そのようにやっております。2種類です。もう一度5の線とタイの線を一度ずつ行います。押し後手2種類やりました。最初やりましたのが前の崩しからの押し後手。2回目にやりましたのがやや斜め後ろの崩し、回転をさせての後ろへの崩しの投げです。まずやってみます。ゆっくりやります。前の崩し、相手が引くあるいは長寿後手を取ろうとしたときに手鏡を見るように鍵手になりながら相手の正面に出て鍵手になって崩しています。崩れた状態から手首を決めながら落としていきます。最後にもう一度決めて投げます。あとは勘抜き固め。決めて離れます。もう一度前の崩し、この向きからやるんです。取られました。正面出ながら鍵手。これから返して落とします。こういう状態。前の崩しです。崩し方は取られましたら入りながら鍵手、こういう状態ですね。これが前の崩しの仕事です。2回目は取られて引く、特に長寿後手、後ろに出ます。それから取ってます。相手の背中側にやや取られました回転手をしますけれども、手鏡見るしながら裏へ出て回転しといて取るという取り方をしております。向きを変えてやります。取られました。鍵手、裏へ出ます。それから落として決めて。前の崩しと後ろの崩し、2種類やりました。もう一度じゃあ通して1回ずつやります。
半月返し、すくい首投げ。突きの連行に対して防御反撃。続けてすくって投げる。三日月返し、刈足。上段突きを受け、顔面と首に段反撃。続けて膝の裏側を張って倒す。使用拳第一。金敵蹴りに対し拳で受け、金敵へ蹴り返す。続けて連行を行う。金敵蹴り、膝受け投げ返し。金敵蹴りに対し膝で受け、金敵へ蹴り返す。続けて連行を行う。押し受け投げ。振り突きに対して押し受けし、中段へ突きを決め、続けて投げる。切り後手。腕をねじ上げてくる攻撃に対し、守りつつ手首を決め倒す。小手巻き返し。下から手首をつかみ、引き込んでくる攻撃に対し、上手で守りながら手首の急所を決めて投げる。片手投げ切り返し。手首をつかみ、投げを仕掛けてくる相手の動きを利用し、逆に手首を決めて投げる。表投げ。襟と袖を掴んで投げようとした動きに合わせて体をさばき、相手の体勢を崩し投げる。振り捨て表投げ。手首をつかみ投げようとした相手の力を逆用し、体勢を崩し投げる。巻き落とし。襟を掴んで引き込んでくる攻撃に対して目打ちで牽制。続けて手首を決め、体をさばいて投げる。相手のさまざまな攻撃に応じて自在に対処できる少林寺拳法の技。何百種類にも及ぶその技の数々は、他の武道のそれと比較しても力強さだけではなく、どこかしなやかで華麗な舞のようにも見える。その美しい技の真をここに紹介しよう。